家の中心の対極の位置にバッチリ物が置けるこのような飾り棚が備え付けで設置してあるんですね。こんにちは、新海月里奈です。今回の聖書38は私の娘のへその緒を家の中心対極に置くお話なんですが、再び私の個人的な記録動画になると思いますので、つまらないと思われた方はここで見るのをやめてください。次回のセッションはずっとお待たせしていました自動技術のお話ですから、次回からまた、見ていただければと思います。このまま、私の動画をご覧になりたいという方はここから今回の本題に入ってまいりたいと思います。ではこれまでお話ししてきたあらすじなんですが、私は今年の2022年の2月の中旬からフラッシュバックと不眠、不食が続いて覚醒したんですね。でそして1ヶ月半ほどは毎日夜の3時から4時の間に必ずと言っていいほど目が覚めるというか、夢を見ているというか、メッセージみたいなものを受け取っていました。そしてそのメッセージを受けるときは、上からメッセージが降りてくるというよりも、自分の体自体が地球の外の宇宙圏にあって、そしてその宇宙から地球に降りてくる、感覚があって、距離的には地球と、月ぐらいの距離感で月から地球にこう降りていくっていう感じですかね。でそこで私はいろんなインスピレーションを受けるんですが、ある日のメッセージはこの高さでこの角度から私は日本列島を見下ろしていたんです。状況としては仮眠している中で目をつぶった状態で頭の中で見える光景です。でだんだんと日本列島が人の姿に見えてきたんですね。この話は以前の動画でもしているんですが、この人の姿のお腹あたり、ちょうどおへそのあたりが私が十字を切った場所で、十字が交差したエリアに私が今いる家があり、そしてその直下に江ノ島が位置していて、江ノ島にある洞窟、江ノ島の岩屋が実は内部が Y の字に海水浸食していて、まるで人間の地球の形をしているんです。で実際にこの洞窟江ノ島の岩屋に行ってみると、全く霊的な音や声が聞こえず、ここは自然で大地だと私は気づくんです。つまりここは地球の子宮、母なる大地であって、地球上の生命を生む場所だとインスピレーションによって私は気づいたんです。でこの江ノ島からまた真上に戻って十字を切ったこの十字のエリアになるんですが、このエリアに今いる私の家があり、さらにはこの私の家の中心対極が正真正銘の日本のへそ、地球のへそでもあるというのが私がたどり着いた答えです。で地球のへそなんだから、ここに私の娘のへその緒を置くんだなと、そこでさらに私は気づくんです。で実は私が住んでいるこの賃貸マンションの間取りが実に不思議な間取りというか、いろいろシンクロした間取り設計になっていて、家の中心の対極の位置にバッチリ物が置けるこのような飾り棚が備え付けで設置してあるんですね。で初め引っ越してきた時に主人とここは何のスペースなんだろうねと話していました。ここにインターフォンが設置されているので、これまではルーターとか文房具を置いていたんですが、でもそんなものをここに置いてはいけなかったんです。でさらにこの家の間取りは賃貸マンションなのに、表玄関と裏玄関、出入り口が2つあるんです。築20年以上のマンションで出入り口が2つあるのは本当に珍しいと思います。今私は風水を勉強中なんですが、風水的には気のエネルギーは表玄関から入ってくるもので、入ったからには気のエネルギーを裏玄関という出口から出すことが良いんだそうです。窓やベランダから出す風通しの問題ではなくて、気のエネルギーをスピリチュアル的に心理的に家の中に通す、巡りを良くすることなので、本来は表玄関裏玄関2つ玄関を設置することが風水上の道理のようです。このマンションを建てた当時の設計者が風水を考慮して設計したのかもしれません。また20年後に私たち家族が引っ越してくることを世襲なり設計者が潜在意識でキャッチして設計されたのかもしれません。もしくは未来の私が潜在意識を介して今から20年前の設計者に
メッセージを送ったのかもしれません。この辺はただいま私も考え中で、しっかり説明がつくまで解明できたらその時説明しようと思います。私は地球のへそとなるこの場所で十字を切って神社参拝をし、各所のお札をいただき、神棚を用意してお札を祀り、なおかつ法よけ札を各部屋に配置して家に結果を貼って、なおかつおまじないのオブジェを家の対極、つまりは日本のへそ、地球のへそに置く。そして最後に私の娘のへその緒もこの対極に置きました。さらにここはへそでもありますし、娘のへその緒も置くわけですから、自然と座敷わらしのことが思いついて、そうだ、ここは座敷わらしの部屋にしようって、思ったんです。で、飾り付けは娘に任せて、このようにミニチュアな部屋のように、見立てています。飾り祀ってからは、その日のうちにも座敷わらしの気配がして、時々座敷わらしが家のあちこちでひょこっと現れることがあります。で、この作業といいますか、この儀式を終えた私は2月から続いていたフラッシュバックと不眠、食欲不振が段階を得て、徐々に落ち着いて3週間ほどで、回復しました。その間、神棚を購入したり、大掃除をしたり、不要なものを処分したり、ありとあらゆる気のエネルギーを入れ替えしました。今は体調万全で活力が湧き出てきて、家の植物も勢いよく育っています。3月の節分に娘と豆まきをした大豆が偶然鉢植えに入っていたようで、気がついたら発芽していたのが一番の奇跡でした。今少しずつその大豆の実がなっています。またいろんなハッピーなことも起きてきています。家庭円満と家族の健康、金運、仕事運、学業運といろんな方面で我が家にはポジティブな風が吹いてきています。なので皆さんのお家にもぜひこの東西南北の法よけ札を設置されて結果を貼ってみてください。これまでとは違う空気、プラスのエネルギーが家に入ってくることを実感できると思います。そしてこのおまじないオブジェもこれですね、簡単に作れますからぜひ作ってみてください。球体のこのパワーストーンと円柱の割り箸で、あとここタコ糸でできています。そしてこれを家の中心対極に置いてみましょう。家の中心が収納スペースだったり通路だったりする場合は、定期的に風を通して棚などを置いてこのオブジェを置いてみてください。で、座敷わらしが喜ぶような置物を置いたり、きっと今より、状態が良くなっていくと思います。次回のセッション39は少し十字を切る話から離れて、一旦スピリチュアルマスター講座に戻ります。皆さんお待ちかねの自動記述についてのお話です。ウィキペディアでは自動記述をオートマティスムと心理学用語で表記されていて、何か別の存在に表示されて肉体を支配されているかのように、自分の意思とは無関係に動作を行ってしまう現象、また筆記者が知り得ない情報や習得していないはずの言語を筆記したり、通常ではありえない速度での筆記と説明されています。さて、自動記述とは実際にどういった状態になるのか、私新海月里奈が霊視やチャネリングでリーディングを行っている姿を実写でお送りしたいと思います。次回の動画もお楽しみに。今回の動画の内容について何か気づかれた方やご感想を持たれた方は、この動画のコメント欄にぜひ書き込みをお願いいたします。必ず返答させていただきます。また LINE ビジネスアカウントと新海月サロンを開設しております。 LINE ビジネスアカウントでは最新情報のお知らせ、新海月サロンではここで紹介しきれないお話やオンタイムで感じたメッセージ、インスピレーションを記事やラジオでお送りしております。